ちょっとそのわけのわからんわけのわからんってわわからんやつ。からんやつわけわからんっていうネーミングもいいかもしれない。びっくり語でこれね。びっくり仰天やでわけのわからんちゃうびっくり仰天。これもお酒がないタンクね。そうそう空っぽのね。当たり前。飛んだよはい、それでは、はい。楽しみな後編に移りますけれど、まずはこれで乾杯をはい。させていただいて、これはね、なんでございますか銘柄は。なんでこれはこのブルーの瓶の稼ぎ頭という。稼ぎ頭。稼ぎ頭。稲子さんみたいな。そうそう。違うどうもそれでは今日はよろしくありがとうございます。いただきます。今日だから乾杯上手だけど乾杯ってなかんでね、最近市長はいやさかって言わあ、いやさか。いやさか。変わった味でしょ。本当。甘めがフルーティーな感じ。これ甘い。8% の日本酒なんですよこれ。へでアルコール度数 8% で酸がものすごく高くて甘さがものすごくあるんですよ。え。酸味と甘みが。8%なんぼでも飲めませんよ。普通のお酒って大体15、6度ですやんか。へでこれちょうど半分の実は 8% でねなった時に発酵を止めてますねこれ。え。その時点で絞ってるんです。ちょっとね面白いタイプでしょ。癖になるかもしれないですね。これ本当女性なんかね人気でしょうきっとね。はい、まあおかげさんでなんかフランスでも結構受けてました。あ、そうでしょうね。ヨーロッパの方こういう味喜ぶでしょうねきっとね。ちょっとこう白ワインみたいな感じで、そうですね。余計に皆さん、まあちょっと最初のアペリティーフ代わりに素晴らしい。最初にちょっとこうご用意度数低い方からと思います。どうぞ飲んでばっかりいたら多分しんどくなるので、何か一口いただきながら、やっぱり売り上げは減ですか？コロナで。落ちてます。ねえ。やっぱり飲食店もね、ああ、そうだ。行かありませんし、うちなんかも全然人来なくなってしまって、もう大変ですよ、本当に。ね、稼ぎ頭がそうなったらね。稼ぎ頭もうこれ飲んだらあかん。これ飲んでみんな稼いでもらわなあかんなと思って。でも宅飲みも増えてるって言いますよね。お宅で飲む宅飲みって言うんですか？あ、家飲みやつね。家飲み、はい。増えてるんですけどね、うちのメーカーみたいなちょっとこうちっちゃいけどそんな安いものを大量作ってるメーカーやない。どこにでもあるわけじゃないし。でもね、ポーテさんのお酒はそこそこ値段的にも安かった。そういうパックがめちゃめちゃ売れてるっていう。なるほど。だから毎日飲むからそんな高いの毎日飲んだらね奥さんに怒られるから。ちょっと安いめのお酒を皆さん飲みたいですよ。なるほど。これ高いんですか？これ今いただいて。いやまあそんなに安くないですよでも。おいくら？これってインターネットかなんか出てるんですよね。出てます。ねえ、一番上等なのかなこれが。一番上等、値段的に一番高いのは実はこの真ん中の。あら、私の好きなやつだわ。これいただきましょう。これいただきましょう。いやもうなくなったらまた全然順繰りお付きしますんでね。好きやねこれ。なんかね。ちょっとまあゆっくりした感じで。これ実は濁り酒ってさっきも言いましたけどもスパークリングなんですよ。実を言うと。だからこれ下に溜まるでしょ。それひっくり返して開けたらピシャーって吹きこぼれて大変になるという。ねえ。全国一クレームの多いメーカーやったうちが多分日本酒メーカーの中でね
みんなに聞かれて、多分うちが一番クレームが多かったと思います。だってもうこうやって振ってピュッと開けたらえらいことになるからそうそうね、一緒の時開けてもらってたもんね、はいようあかんけんからみんなどうぞどうぞ。まだね、段ボールにね5杯ぐらいねクレームの手紙が残っております。いただきます。うん。だからお前んとこの酒は畳が飲むんかいと怒られてね、開けると半分なくなるんですよ。振らなくても温まるとなくなる。それどう改善されたの？だからもう開けたり閉めたり、もうよほど冷えてたら吹かへんのですけども、そう皆さん振らないでください書いてあってもね、そんなもう下に沈んでたら皆さんドレッシングと一緒ですわ、振りはるんですよ。振ります振ります。だって色が違うねもん、下の方白いからはいねそうするとね、皆さんなるほ間違いなく振り張って、なくなってしまうという。なるほど。はい、でクレームで多分何件行ったか覚えてません。いや怪しい、もう最も怖いところも謝りに来ましたし、関西でございますんで、なるほど。神戸の方のあ来ましたね。なるほど。大阪もいろいろ行ったな。社長さんは怖い目に遭いますね、いろいろ社長さんは怖い目に。いやいやもうね、クレーム処理班でしたからね。いやいや、海外は行かなあかんわ、謝りには行かなあかんわ、いろいろ苦労ですよね。あんまり危ないでね、吹きこぼれんのをね、やめた年あったんですよ。吹かんようにしよう思って。ほしたらスパークリングがなくなっちゃう。そうそう。ほんで毎回買うてはるお客さんは、そんなん吹くから買うてはったんですね。で一回ね、吹かへん年作ったんですよ。大クレーム。また大クレーム。毎年買ったらお前めちゃくちゃ吹くのになんで吹かへんねん言うて。困りますな。吹いたら怒られるし、吹かんかったら怒られるし。最初の頃は吹いたら怒られたんですけども、そこそこ皆さん知ってくると、吹くのが楽しいっていうか、プチプチ感がやっぱり味わいたかったんですよね。途中でまたその年がね、やっぱそれ一番やばいなと思いました。吹かへんクレームの方が。なるほでまた吹くように戻したんですけどね。次は何でしたっけ？はい。じゃあ先に一通りちょっと、はい。最後はね、この柳というこういう、はい。これはどういう特徴が？これはまあもちろん純米吟醸なんですけども、こちらはもうちょっとこう柔らかい感じです。これだけはね、2番目はこの祝いっていう京都のお米使ってるんです。こっちはまあ山田錦を使ってますが、こっちはもうはい。室町時代にね、京都に七条の壬生川の辺にね、柳酒屋っていう酒があったんですよ。なんで柳酒屋ってなんか変な名前なんですけど、元中沖さんっていう名前やったんですけども、家の前に柳の庭に生えたんですよね、木の木が。でそれで柳酒屋っていう柳酒という名前で実はブランドを作るんです、柳っていう室町時代だから、それが日本で一番最初のブランドを作った会社って言われてますね。なるほど。いろんな銘柄を見ると、まあ下鴨に流れてる御手洗っていう名前の銘柄があったり、そんなのその当時に全部出来上がっていくんですけど、それが一番最初にブランドを作った会社としてで一世風靡したそのお酒が。それがいつ頃っておっしゃいました？柳。室町時代。室町ね。で結構関西からも外にも出てたって言ってましたね。ほんでそんな柳っていう名前をうちの父は京都なんやからこの酒や酒にその銘柄を取れと、ブランドで字は柳っていう字はどうしたらええのって聞いたら、この字誰の字か分かります？これ800年前の字です。これ同じこれ小野の豆腐の字です。
へえ。綺麗な字書きはんね。私らこの間書道を勉強しましたけどね。これ日本の三筆で呼ばれた小野の道具。すっごく綺麗。そんなん使っていいんですか？もうこんな古いやつやから使えるんですよ。そうやし、さっきも何もないの。はい。ほんでその字を取っとけというので、ほんで柳っていうのは面白くてね、その当時柳の木が生えてたのもそうなんですけど、柳の木でこういう角だるのねちっちゃいのを作ってお祝い事に持ってってあったんですよ。はあはあは柳樽って。はい。柳だ。で柳樽っていうとこの柳の木と柳の木で作った樽や境に柳樽でそれはそのまんまなんですけども、今は杉の樽で作るんです柳ってすごい強いですよけど、ね。そうそう。であれれ水含んでるからね盛らへんかったみたいですわ。柳の木ですけど、角樽ですね。ちっちゃい角樽で作ってあったんや。そんな大きいそんな大木ないですよ柳は。だからまあ、しなやかですしね。そうそうそう。レジリエンスですね。今お正月もねこう柳のあれ作りそうですねします場合に。で柳樽っていうのが掛け言葉になってて、柳っていうので家のうちが喜ぶと書いて柳なんですよ。あ。家うち喜ぶと書いて柳。いや、喜ぶ。喜ぶ柳で樽で多くとどまると書いて柳樽で、家のうちの喜びが多くとどまりますようにってなるほど。柳樽っていう。だから結婚式とかに結婚式で、どこの大兵衛さんの娘が結婚するとかいうとそうやってお祝い事に持ってってはったみたいですね。そういう掛け言葉になってて、だからそんなんて結構酒から派生した言葉結構いろいろとはありますね。下り門もそうですやんか。何下り門って。上方から昔は樽貝船っていうので大阪から船に積んで樽積んで東京へ、東京新川という着くんですけども、日本橋でそこにいわゆる上方から江戸へ下るんですよ。下るよね。下るのよね。ほんで大阪とかから積んで持っていくんですけども、それがだから大阪にとどまって関西にとどまって関東へも下らへんかったやつ、それは下らんもんですよ。なるほど。なるほど。飛んだよ日本酒って美味しいね。日本酒ってなんか普段美味しい日本酒をあんまり飲ませてくれるとこってはい。少ないですか？少ないような気がしますけど。いやそんなことないと思いますけど。そうかな。なんかね日本酒ってこうちょっとこうゆっくりするんかもしれませんわ。ワインやとなんかこうカチッとした生なみたいなのがちょっとあって、でも日本酒やとあれでしょ、和食のお店でね、はい高級な和食のお店でワインをお出しになるところ結構ありますよね。増えました。ね、それに対して和食に日本酒が合うのは当然ですけれども、例えばこうフレンチとかね、はいイタリアンの店とかねでこう日本酒ってあります？結構お出しにあなります。りますあります。やはりそのフレンチとその日本酒を合わせようって言ってもうねちょうど何十年前でさ、僕もアラン・デュカセよう行きました。すすめに、鴨を扱ったトゥール・ダルジャンも日本酒置いてよっていっぱい行きましたけどね、なかなかやっぱああいう油系統とかソース系統を結構使うでしょ。だから日本酒やとこう酸があんまり高ないんで、やっぱり普通の日本酒ってそうですよ。ほんであんまりこう後の口の中のそのさばけが悪いんでしょうね。なるほど。だからあんまり伸びひんかったんやけど、やっぱりお料理にはね最近結構フレンチでもイタリアンでも結構使ってくれるところが増えました。なるほど。で飲めるところも増えましたしね。唯一日本酒のね面白いところは実はお正月にもちろんおせち食べやった時に数の子とか入ってますよね。数の子で先生白ワインとか飲まれたことあります？数の子と白ワインですか？ございません。ないでしょ。えどんだけ生臭いか口の中が。え。鰹節とか白ワイン、鰹節と赤ワインとかってもうすごい嫌な生臭みが口中に広がるんですよ。
で日本酒だけそのいわゆる魚卵系統とかはダメですね。魚の卵系とワインは合わない。ものすごい生臭い口の中があー生臭いで、その辺日本酒はやっぱりオールラウンドプレイヤーでね、なるほど。そういう生臭みを消してくれるんですよ、魚とかのね、はなるほい、おど。料理にお使いになる方結構多いです日本で酒はもね、日本酒ってほら、お料理にちょっとこんな高級なのはなかなかあれですけど、入れると美味しいね。僕はあんまり家で日本酒入れすぎるんでいつも家内に怒られます、お料理に。お料理はあと半分なくなってるからどんだけ入れてんのっていやうちいっぱいあるからってそんな問題ちゃうやろみたいな。ここね、ご夫婦ものすごい仲いいの。いやいやいやでものすごいベストカップルなんですよ。お酒のせいかなと思って。奥さんも強いんですか。いやじゃあうちの家内全然飲まない。嘘やん。本当。うんマサはどのぐらい飲まれるの？毎日日本酒？いやいろいろ飲みます。いろいろね。それで基本は日本酒がやっぱ多いですね。それでうちね冷蔵庫に面白いのは他社の日本酒が3、40種類は常に入ってるんですよ。はやっぱりみんなねうちの蔵人とかも違うのやっぱりテイスティングとかでしたいもんですから、だから僕は結構いっぱい買って帰ってきたんですよね、うちの息子なんか。でみんなで他社のはこんななってんねやっていうやっぱり。研究熱心なんや。どうや。なんでも。やっぱりねだから自分のとこだけが美味しいと思ってたらいかんので。ちょっとそのわけのわからん。わけのわからんって。わからんやつ。わからんやつ。わけわからんっていうネーミングもいいかもしれない。びっくり語でこれね。びっくり仰天やね。わけのわからんちゃう。びっくり仰天。これこんなねちょっとフランスっぽいようなこんな感じなんですけどね。ちょっとそれこれ実はねスパークリングなんでこんななんですよ。開かへんねんまた。ピシこれャって飛ぶんや。ちょっとねはいまあさすがプロこれねそうやねん、これ開けられへん。これその霞ヶ島の別バージョンで瓶内二次発酵っていうね濁りと一緒なんですけどね。お渡ししていいですか。わからん違う。いやいやすいません。上で。ありがとうございます。はい。このおチョコ可愛いねこれ見て。可愛いでしょ。にっこり笑って飲んでくださいませ。ありがとうございます。はい。何か他飲んでごらんなさい。じゃあいただきます。はい。でもお酒ってやっぱりこうあるとこう和を楽しくするというか、そのちょっとした気分が変わるというか、ストレス発散というか、なんかそういう意味でなくてはならない楽しいコミュニケーションのあれですね。ツールでもありますよね。潤滑油の香り。ねしかしなかなかこう飲みすぎないっていうのは難しいことでございますね。ついつい飲み難しいですよね。でもついつい飲みこうちゃんそんなの飲みすぎないじゃないですかいつも。そうこうだけあんまり。怖い人がいるときはあんまりですね。でも楽しいお酒はいいですよね。そう。最近やっぱり商談なんかでもね昔は一時はそんな酒飲んでっていう日本人の場合はこれ結構酒飲みながら商談って昔こうなんか同じ鍋でもつつくわんと分からへんとかいうのがあります。で一時はやっぱり全部なくなったじゃないですか。海外の人とはそんなんなしみたいな。けど最近海外の人も一緒に酒飲みに行って商談する方が話がまとまりが早いと言われてるんですよ。なるほど。昔は一切そんななかったじゃないですか。あ日本人は意外とそその酒飲みに行ってもうこの辺でちょっと聞いてちょっと酒飲みながらあと話しましょうっていうのが日本の場合は意外とあったんですよ。海外の人とはそんななかったじゃないですか。そうかな。意外と。ちょうど最近お家帰られる方が多いから。日本人は5時から男が多かったから、ね、そうそんな感じで5時から飲みに行って商談を決めてくるみたいな、そう社内のコミュニケーションも取りましょうみたいなね。最近こんなこと言ったらその YouTube で、
後で怒られるのかもしれないけども、なんか、コロナに気をつけないといけないってのは当然なんですけど、いろいろとこう杓子定規になって、なんかお酒を飲むとね不真面目だとかね、そんなことないでしょ、お酒飲んだってちゃんとねお仕事の話だってできるしね、なんかこう会食にお酒を伴ってると良くないとかね、お酒だとこうお酒のせいにされてね、ちょっとね、それは違うよね。僕も思います。こうちょっと本音が出てそうそうね、ちょっと雰囲気がよくって、堅苦しさがなくなって、そういう飲み方の問題ですもんね。絶対思いますね。どんだやでもこれ不思議な味する。そのこれでしょ。何やったっけ？びっくり仰天。びっくりだから本当にびっくりだからこんな味なんですよ。でこれのスパークリングのないのが報復絶倒ってやつです。腹を抱えてこう引く。これはスパークリングがあるからこんな味わいなんでびっくり仰天っていう味わいなんですよ。だからこの稼ぎ出しのねこれ別バージョンになってましてね。似た感じですね、ちょっとね。これ結構なんか人気。これね凍らしといてねグラニテみたいなの作るんですよ。花子スパークリング持ったまんまでね氷をるんでね、これなんかスプーンで食べたり。なるほど。これも同じ 8%フランス料理のちょっと中に出てきそうですね。真ん中ぐらいに。昔ね悪いことするとねタンクに入れられたんですよ。いや怖い、タンク放り込まれた。樽の中に入れられて、届かへんから絶対出られへんんですよ。そりゃそうやわ。蔵の中やったら戸を開けて出られますけどね。そうや。タンクだけは出られへんかったね。お酒がないタンクね。そう空っぽのね。当たり前。お酒は虐待だよ、そんな。びっくりしどんだやまあでも本当いい息子さんがいて、後継ぎさんがいて、なんないですよ。幸せよ。全然違う業界から帰ってきたからまあ面白いですけど。そうですか。全然違う業界行っておられて。何の業界におられたの？ PR 会社、エッジ社。そう。ほんじゃいいじゃないですか。広報してもらえる。でまた今なんかデザインも何もかも内容も全部変えようよね、今ちょっといろいろとやってますもん。コロナの中。いやお金かかりますわ。全部変えたりすると飽きまへんな。そやね。そやけど今やらないといけないことはたくさんあるんじゃないの？ねえ、若い人の感性ってすごいから。今変わらへんかったらもう多分変えられへんかったでしょうね。なるほどね。僕もまあいるし、子供やっぱり同世代にいる時に何か変えへんかったら、僕もそんな長いこと言いませんしね、そんな。いや言いませんしねっていうか。まだまだ元気でいてもらうの困るじゃないですか。元気にはいたいと思いますし、毎日100薬の腸は一緒に飲んでますね。これですね。それとそんなに口出ししてもしょうがないしね。こんな時期やからもう。口出ししたらあかんねん。育たないねん、口出ししたらね。やりたいことやったらええ思いますね。失敗したらやったらいいね。また戻ったらよろしい。今感じたんだけど、日本酒っておっとっとっととか言いながらこうお互い継ぎ合えるっていうのはなんかすごいいい感じ。差しつ刺される。そうですね。すごいいい感じ。なんかハイボールがボーンとくるよりなんかすごいいい感じ。命名の先はなくて、確かに。継ぎ合えることによって確かにコミュニケーションが始まるし。こんなちょっとしか入ってないですね。だから継いでもらうとね、みんなこうおとととっていう人と、おとととっていう人がいっぱい継いでほしい人とね。どんだやどのぐらい飲めるんですか、松さんは？僕は4合瓶1本ぐらいやったらいけますよ。4合。この瓶1本ぐらいやったら。酒も女も2合までっていうのに4合ですってよ。用意してありませんそんな。いやだって昔の人言いましたよ。そう言いましたね。
おそん桜はなん言ったら怒られるけどね。はい、酒を飲むなら花ならつぼみって知ってます？今日も酒、明日も酒っていう。なるほど。酒を飲むなら花もつぼみ花なら。つぼみ。ごめんね、乳母桜で。何言ったんです落語でも酒の出てくるやつ多いじゃないですか、めちゃめちゃ。美味しそうに話し家の方飲まれますよね、扇子一枚使ってね。どっと。でも世界遺産になるから。はい、今度どうですか？実はいやなるからか今度申請するんですよ。前の和食の世界遺産の時の僕農水省の委員をなるほど。やらされてましたね、ずっと。でそれで今度日本酒と今度麹文化っていうか、なるほ焼酎も入るんですけど、ど。なるほへえ、焼酎も。徐々に海外でど。作るメーカーさんも増えてきてるんですよ。うん世界中ね約14カ国海外で作れるの？作りますだから日タイ酒米で作れるわけ？タイ米で。タイ米はさすがにねあれ結構長いんで難しいかもしれません。いわゆるミディアムって呼ばれる中流酒ですとか、そんなやつは精米すればできるんで、だって日本でウイスキー作るんだから。ワインも作ってますよ。うん。そうだよね。本当やわ。だから日本酒もそういう意味じゃ世界中でだから世界中で作られると自分が守れへんからなんかこいつらよりもって思う気は分かるんですけど、いいお米が作そうやってれるとこ広げてくれへんかったらダメですよね、日本酒っていうもの、だから日本で作ったのを日本酒って言うんですよ今。なるほど。で海外で作れば清酒になってます、なるほど。あ、そうか。だから酒という限りはどこで作っても構わないわけですね。そうね酒はねはい酒は英語やもんね。まあ海外でそうやって作ってもらってお酒を広めてもらったらまたアメリカが一番最初なんです。宝さんの中ねサンフランシスコでお作り月桂冠もありますし、はい、今アメリカでその家飲みアメリカ人もやっぱりみんな家飲みになってるからアメリカ月桂冠全然お酒足りへんって言ったんだ。もうフル操業してるって、やっぱりそんだけ飲むんですね。なるほど。なんで日本から持ってって高いじゃないですか。で現地生産するとそれなりに安く上がりますよ。なるほど。で現地でも結構山田錦の違う品種とか出来上がってるんですよ、アメリカなんかも。なるほど。キャリフォルニアローズとか、それ食べるお米でも日本酒作れますし、イタリアでもロンバーディア地方なんか行くと稲作でスウェーデンで田植えしてますしね。なるほどね。すごいね、いろんなことができるんや。でもワインなんかでも山梨ですか、あんなとこでたくさん作ってね。神戸だってありますよ、神戸ワイン。あ、そうなの。ね。なら日本でも結構美味しいね、ワインが。ありますあります。でもブランド力がないのよね、やっぱりそういうのって。そやけどね、最近そういう意味じゃいろんなニューヨークでもクラっていうニューヨークで作ってる外人2人作ってるんですけどね、ニューヨークとかでめちゃめちゃ受けてますよ。あ、そう。へえ。2人で作ってるの？パリはね、バカゼっていうのを作ってますよ。フランス人ですけど。日本人かあれは。だってさ、6倍とか10倍になるねやったら。そこで作った方がね。そうねえ、絶対。ワインなんかでも私たちはほらどこのワインだとかでブランドあんまり味分からへんからさどこのなんとかって言われると美味しいのかなって脳が反応しちゃうわけ。なるほど。まずは、目で見て脳で味わってからみたいなところがありますからね。ブラインドテストするとみんなさっきテレビでもありますやん。永久芸能人亡くなった屋敷隆人さんがね、あの方ワインはいつもオーパスワンで、ないところは持ち込んで飲んでられたんですけど、ご一緒した時に「なんで俺がいつもオーパスワン飲むか知ってるか?」って「なんで?」って言ったら「お前味分かれへんねん、高いのがええやろ」隆人さんだし。
すごいね。いやいやワインそうなんですよ。やっぱり高いもんイコール美味しいというなんかこうあれがあって、で安いもんほどこうやっぱりこう薄くなっていくみたいな感じがあってね。日本酒はその辺まだよう分からへんですよ。いや地酒は地酒の味がありますしね、年としてありますありますね。はい、もちろんね。はなんかでも14代とか言われたらあそこ行ったら14代飲まなあかんねんとい。思うでしょ。なんか気持ちと脳が思ってしまそう。れで思いますよ。だからそれがブランド力になっていくから、まあブランディングのうまさですよね。ブランディングの大切さがビジネスにはあるんです。だから獺祭の桜井君なんかもう圧倒的にそうですからね。獺祭でえらいことになりました世界中のねやね。っぱりもう一番売れてる。やっぱり総理を生まないといけないんじゃないですか。京都も総理を生まないと。だからね、京都人ちょっとこうおこがましいみたいな部分があるから、あんまり売って出るというよりも守りでもないんでしょうけどね。でもIT とかね、あの辺はもう圧倒的にその辺が強いじゃないですか。だけどなかなか伝統産業的なものはなかなか難しいところありますそうよだね。ね。京都って難しいところやね。そういうのはね、はい奥ゆかしいという。だから水面下でいかにこう上手にしとかんと、変に出るとねなんとなくいろんな分野でそうですけど、京都やっぱりこの盆地の中にこもってるからブランディングが保てるというところもありますしね、出ていったら価値が下がってしまうところもね、ありますからね。胃の中の蛙的なところはあるかもしれない。そう多少ね。だから売り急ぐっていうのはあんまりしませんもんね。それではやっぱり世界ブランドにはなりにくい。ねえ、ユニクロや楽天にはなれないかもしれないね。なんかやれへんすな。でも突出したものが欲しいですね。伝統産業も本当はね。まさん頑張ってよ。いやいや頑張ってほしいわ、本当に。やっぱりまあでもね、京都ブランドってやっぱりすごい強いじゃないですか。ありがたいと思いますよ。だからもう変な話、地方でね指導メーカーでもありますけども、やっぱりその人のブランドがいかにいいかっていう形で伸ばざるを得ないですけども、京都の場合は京都イコールなんとなくこうやっぱ安心感みたいな、やっぱり京都ブランドみたいなのやっぱりちょっとは海外からの人にはありますよね。都的な。ね、マッサンと思うんだけど、すごい老舗の社長でね、受け継いでこられて、でスーッとしてて、で出ないし引かないし、本当にいいバランスを持った人格やったでしょう、思うわ。そのバランスはやっぱりこうずっと京都に培われたものがあるなと思って、私は尊敬してるんですよ。本当に。でも楽しいけどね、ものすごい一緒に飲んでたらね楽しいけど、なんていうの、そういう京都を知り尽くした男みたいな。なるほど。いやいやまだそこまでいかないですけども、いやいやなかなか大したもんですよ。なりたいですよね。そういう意味では素敵やし、でその親を超えるような息子さん、お二人がまためっちゃ男前でね、スラッとしてていらっしゃるし、これは伝統を受け継いでくださる、本当に星になってほしいなと思いますけれども、まあなんぼでも続きますけど、本日はこの辺で YouTube を終わらせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございます。もう美味しいお話をいっぱいいただきました。いやいや、とんでもございません。どんだやこうちゃん、今日も楽しかったね。みのこさんは今日は、みんな美味しかったけど、どれが一番美味しかったですか？私やっぱりもともと好きな濁い酒だな。僕も濁い。あれがね、本当に癖になっちゃいますよね。でも柳も美味しかったかな。柳も撮影終わったら気を抜けるからどうぞ一気飲み。いや一気飲みしてどうなやつ。ほんまにご自分でやるしかこのままゴロッと寝ていただいて。
まあでもいろんな楽しい方のお話聞かせていただいて、私たち嬉しいです。勉強になりますよね。勉強になります。で頑張ってる人っていうのはやっぱり違うね、そうね。どこかが。まあ気に入っていただいたら京都文化サロンご登録をよろしくお願いいたします。本日は増田さんどうもありがとうございました。増田なんか一日たりともお酒抜かないの？抜かないですね。僕365日は飲んでます。最近ね、次の日検査があるからって言うけど早い時間やったら嫌だとか言って奥さんに怒られる？いや、まあはい、怒られます。どんだよ